お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ドイツ第三帝国陸軍の機甲部隊が展開した戦闘史のうち、第二次世界大戦の火蓋が切られたポーランド戦について解説をする。ナチスドイツの機甲部隊の戦歴で言うと、輝かしい春の始まりなのかな。その後に東方で真冬を食らうが、西方電撃戦の成功がナチスドイツの機甲部隊の春だとすれば、そうなるかもしれないね。なお、1号戦車からティガー戦車に至る戦車群、突撃砲など、ドイツ国防軍の機甲戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。それでは、ドイツ機甲部隊のポーランド戦の解説をしていくよ。第一次世界大戦終結後、ドイツとポーランドの間では、ポーランド回廊すなわちバルト海に面した回廊地域のポーランド領などをめぐって激しい対立があった。そして、ヒトラー総統はスターリン率いるソビエト連邦と独ソ不可侵条約を締結して世界をあっと言わしめ、当該条約において、ポーランドの分割を約定した秘密議定書も交わしていた。連合軍の某首脳の言葉を借りると、悪魔と魔王の握手だね。ソビエト連邦の抱き込みに成功したヒトラー総統は、グライッツ事件と称されるラジオ局の襲撃事件等を理由に、ポーランドとの戦端を開いた。なお、このラジオ局襲撃事件は、ニュルンベルク裁判での証言によると、ヒムラー率いるナチス親衛隊の謀略作戦だったとのことだ。開戦の理由は何でもよかったのかもしれないね。この時点で、ドイツとポーランド両軍の構成兵力を比較すると、大きな差異が2点あった。大きな差異とは、装甲部隊と空軍力だ。ドイツ国防軍は、エルサイユ条約体制で密かに、そして再軍備宣言以降は大っぴらに準備を重ね、装甲部隊と空軍力の拡充に心血を注いできたが、対してポーランド軍は、兵力量こそドイツ国防軍に引けを取らないものの、装甲部隊と空軍力に関しては劣後していたと言わざるを得ない状況だった。なぜ装甲部隊と空軍力に差が生じたの？まず、装甲部隊については、第一次世界大戦で敗北を喫したドイツ陸軍将校らによる、エルサイユ条約体制での涙ぐましい努力が実りつつあった。すなわち、エルサイユ条約で禁止されていた戦車の開発と訓練をドイツ陸軍は秘密裏に継続して徐々に戦力を整えていた。この段階では、機関銃を装備した1号戦車や2号戦車などがまだまだ主力で、本来の予定では大量に配備するはずだった3号戦車や4号戦車は少数の配備にとどまっていたという事情もあるけどね。なぜ3号戦車や4号戦車の配備が遅れたの？いろんな要因があるが、試験としてはヒトラー総統の開戦決断に至る時期と、戦車の量産性の問題があったと思う。すなわち、ドイツ国防軍としてはまだまだ戦争に頼る戦力を拡充できていない段階で、ヒトラー総統の直感的な判断による開戦が生じてしまい、準備不足のままポーランド戦に突っ込むことになったのが一つの事情としてあると思われる。さらに、これは第二次世界大戦の継続中にドイツ国防軍が明確に気づく点だが、戦車の性能にこだわるあまり、量産性を犠牲にしてしまい、実戦配備にこぎつける戦車の生産数が予想以上に少なくなってしまったという事情もあると思われる。作るなら質にこだわりたくなる気持ちはわかるが、それで量産が滞るのは、特に戦時中はまずいな。さらに、空軍力についてだが、これについては、人道的見地等からは否定的側面の大きいナチス政権ではあるが、空軍力に関しては同政権の功績が大きいのではないかと思われる。ナチス政権の功績ってどういうこと？要するに、ナチスが空軍力の拡充を強力に推し進めたんだ。俗にプロイセンの陸軍、カイザーの海軍、ナチスの空軍なんて言ったりもしたらしいが、空軍力の拡充の推進力はまさにナチスであり、第一次世界大戦のエースパイロットだったゲーリングを筆頭に、地上で展開する野戦師団まで要する、巨大なドイツ空軍が編成されていったわけだ。対してポーランド軍は、歩兵師団と騎兵旅団が中心の兵力構成であり、近代的な戦力の整備には出遅れていたと言わざるを得ない状況だった。ポーランドが勝てる戦略はあったの？歴史に過程はありえないことを前提に話すが、当時のポーランドがドイツに勝利するために利用すべき条約が、実は存在した。条約ってどんな条約？ポーランドがイギリス、フランスそれぞれと締結していた、相互援助条約だ。
何を相互に援助するの？主にドイツが想定されていたんだが、ポーランドが侵略を受けた場合、イギリスとフランスは、あらゆる手段によってポーランドに軍事援助を与えるという内容だ。それならドイツが侵略したら速攻でフランスはドイツ領に踏み込まないといけないんじゃないの？ポーランドにとって、そこは目算が外れたんだ。イギリスやフランスはドイツに宣戦布告をしたものの、ポーランドが占領されるまでの間にドイツ領に侵攻することはなく、基本的に傍観するだけだった。歴史に過程はありえないが、ポーランドとしては、ドイツ軍の侵攻に極力長く持ちこたえ、イギリスやフランスがドイツ領に踏み込む決断をする時間を稼げるような持久戦を展開したら、また結果は違ったかもしれないね。ということはポーランドは持久戦法ではなかったの？ポーランド軍は、自然の要害を活用した持久戦にかなう戦線ではなく、重要な穀倉地帯や工業地域を守るため、ポーランド国境に広く薄く戦線を構築したんだ。以上のドイツ軍、ポーランド軍の状況により、ドイツ軍にとってのポーランド戦役は予想以上に迅速な展開を迎えることとなる。ドイツ軍の作戦計画は、その目標をポーランド軍の殲滅に据えて、南方軍集団、北方軍集団を基軸に包囲戦をもってポーランド軍の主力を撃破、首都ワルシャワを占領するという内容だった。ドイツ側に作戦名はあったの？白号作戦だ。1939年9月1日、とうとう白号作戦が発動される。第二次世界大戦勃発だな。ドイツ軍は快進撃だったの？非常に初戦だったんだが、装甲師団を要するドイツ軍がポーランド軍に撃退されるという事態が生じていた。ポーランドの騎兵部隊が、ドイツ軍の南方軍集団に属する、装甲師団と歩兵師団を打ち破ったポーランド軍には、騎兵旅団も所属していたが、特筆すべき存在もいた。特筆すべき存在って何？装甲列車だ。ポーランド陸軍がドイツ軍の進撃ポイントに急破した装甲列車シミャウィ号の放火もあり、ポーランド軍に撃退されるという失態にドイツ軍は及んでしまった。しかし、国境戦闘全体で言えばドイツ軍は快調で、ドイツ空軍による制空権の獲得も相まって、ポーランド軍は徐々にワルシャワに追い詰められていった。戦車将軍グデイリアンはポーランド戦役に参加してたの？もちろん参戦していた。ドイツ装甲部隊の生みの親であるグデイリアン将軍は、ポーランドに対する侵攻準備として、装甲師団と自動車化歩兵師団を統括する軍団長の職にあり、ポーランド攻略部隊のうち第4軍に配属され、ポーランド回廊の遮断とポーランドの首都ワルシャワ攻略の任務に就く。ポーランド回廊って何？廊下？ポーランド回廊っていうのは、第一次世界大戦でドイツが一部の領土の割譲を余儀なくされた結果、ドイツ領であるプロイセン州と自由都市ダンツヒに挟まれた回廊地帯を指す。グデイリアン将軍は、後方に鎮座するタイプではなく、前線で部隊を叱咤激励するタイプであり、時には上司と衝突しながらポーランド戦線を暴れ回った。初戦では味方部隊から砲撃を食って危うく負傷しかけるなどの事態にも見舞われたそうだ。グデイリアン将軍はブレストで、東からポーランドに侵入したソビエト連邦軍と合流し、同地点でグデイリアン将軍のポーランドでの戦闘任務は終了した。東からソ連軍まで出てきた時のポーランド政府首脳は対応に苦慮しただろうな。ポーランド軍はドイツ軍の進撃を支えきれず、東部に撤退をして戦線を立て直し、持久戦を展開する構想を新たに持っていたが、これはソ連の参戦により誤破産となり、ポーランドの降伏は決定的となってしまった。非常に初戦でドイツ軍を撃退した以外に、ポーランド軍の前線はなかったの？あえて一つ挙げるとすれば、ブスラ川の戦闘がある。ブスラ川はワルシャワの西にある川だが、ここでポーランド陸軍の軍団がドイツ軍の側面を打撃し、不意をつかれたドイツ軍は一時危機的な状況になってしまう。しかし、この戦局も、ドイツ軍の機甲部隊や歩兵師団が物量でポーランド軍に勝っており、また、精度の高い訓練の賜物か、迅速な旋回運動で逆にポーランド軍を包囲する結果となり、ポーランド軍は敗勢を覆すには至らなかった。秘密協定に基づきポーランドを分割占領したドイツとソ連は、双方の軍が共同して勝利パレードを開催したそうだ。その後の独ソ戦の凄惨さを思うと不思議な光景だったろうな。さて、以上の通り、ポーランド戦役の解説をしてきたが、
戦車を中心にした本チャンネルの機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のあるご視聴者様は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍において作戦の神様と崇められた一方、その強引な手法に批判も多い清方編の作戦参謀、辻正信をノモンハン事件の視点から解説した動画です。独ソ戦とはまた違った、ノモンハンでの日ソ両軍の激戦ぶりに、辻正信がいかに深く関わり、その手腕をいかに発揮したのか興味深い。肯定と否定の評価が入り乱れる。ある意味では大日本帝国陸軍を体現すると言っても過言ではない軍人、辻正信という人物に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。